こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日はこの羽生展示場、盆栽教室の生徒さんたちの作品展が春の部分として催されています。生徒さんたちがそれぞれに丹精を込めて作ったもの、これを最後にここに飾るときに大切なものがあります。盆栽を飾る台、私たちの世界で卓とか食と言いますが、これの取り合わせですね。これをただ乗せれば良いというのではなく、簡単に言うと鉢写りと同じように、要はその写り映え、それをどのように引き立てるかの用の美の道具になります。今日は皆さんに少し卓の取り合わせというものをお伝えしたいと思います。お楽しみください。盆栽の台、卓と言いましても、このように盆栽の形がいろいろあるように、その姿、作り、大きさ、みんな違うものです。一つ一つに合わせるという作業、これは一般の愛好家からすれば、なかなか手持ちのコレクションの中で合わせるというのには至難の業。つまり、そんなにいっぱい台は持ってないよという方がいらっしゃるでしょう。なおさらのこと、その台を手に入れるとき、合わせるとき、どのようなものが使いやすいか、そんなところも含めて4つの盆栽を合わせていってみましょう。それではまずはじめにこの五葉松の半剣貝を合わせてみましょう。値上がり風の見事な山鳥の木です。一昨年には国風盆栽展にも飾られた小さい長野も明治と言われる木です。こちら側を正面にしたサバ缶の味もいいですが、こちら側も一興です。このような半剣貝というのは普通に置くと下へついてしまいます。これでは盆栽の空間がありません。そのために剣貝のものというのは高卓というものに乗せます。まず一つ目の合わせ。決してこれでも悪くありません。ちょうどある程度の高さが出て、下に空間が出ます。順当な合わせで、中高色という高卓の中でも低めのものです。ただ、もっとよくという点では、もうちょっと台が、この木に対して小ぶりというか、弱めの方だと、もっと相性がいいかもしれません。少し高めの色。しかもお分かりでしょうか。先ほどのものよりも少しこの間口が狭まっています。間口が狭く鉢が乗っていると乗り出しといって、この落ちていく幹がはっきりと見えます。あまりこの下の面が多いと、それが見えません。先ほどの色で言えば、この強さになるわけです。これになると木が小さく見えます。こうすることによって木が不思議に大きく見えるというのがあります。少し高いかなっていう雰囲気もありますが、剣貝のものを飾り込むときには、このように滝石のようなものを下に飾るときがあります。このようなものを置くと空間の美しさから言って、これぐらいの高さがあるといいかなってなります。剣貝で厳しさがあるもの。その向こうには深山渓谷の滝がある。それは景色として合っているわけですね。このような卓使いも面白いものです。もう一つ。ではさらに柔らかくするとどうなるかをご覧に入れましょう。はい、曲げ足高卓というものです。先ほどの台との大きな違いは、こちらの台は盆栽界というよりも本来が古美術界で作られた古典的なものです。こちらの台は盆栽を乗せるために新たに職人の技で作られたものです。張り出しがある分強く見えますが、わかりますでしょうか。ものすごく線が柔らかくできています。柔らかい線がこの木の厳しさや流れをよく出します。どちらがいいということよりも、その時の飾る雰囲気などですね。もしこちらの右側に草物などが来た場合、
はかえってこの色が良いでしょう。しかし水石の滝石の台座などの場合は元の姿の方のがかえってバランスは良いかと思います。たくさんの高卓がなければできないことですが、一つの基本形として覚えてください。高すぎるよりはやや低め、大きすぎるよりはやや小さめの方のが写りは良いということが現外卓の使い方の基本になると思います。さて次は、どなたもが盆栽のある程度理想形としてご理解いただく小白類の丸冠の模様木ですね。この木などもこの大きさの中にこの太さ、それで言いながらうねるように曲がる木、そこに配された枝配り、なんか拡張の塊みたいな木ですが、このような木というのは素直にポンと飾るのが一番なんですが、よくこのような飾りを見ます。高玉というものを持つ高玉卓という大変シンプルなもので、作ることも難しいと言われますが、このような高玉の中品卓というのは卓の中の万能型と言われるぐらいに水石、雑木、小白、そして格調高いものから柔らかいもの、すべてを受け止めるシンプルさがあると言われます。乗せてみましょう。十分にこれでも使えないわけではありません。簡単に言うと、一応合格ラインというところになります。食の幅の広さ、大きさ、高さ、いろいろな意味で合格ではありますが、多少の点はあります。格調の高さで言うと、日本が言う真、行、相という言い方で言うと、真の位とこれは行の位です。中間に位置する食だから万能には使えますが、ぴったり100点というまではいきません。それではこのような格調の高い木はどのようなものなのか、それも今ご覧に入れましょう。こちらの卓、正式な言い方をすれば、花輪、天杯、幕飾り、反り足卓。難しい名前ですが、これを言うとプロとしては形が浮かんでくるというやつです。先ほど言ったように一番格調の高い姿。まるで紙紐のように板を張って、その下に反り足でしっかり構える。格調の高さとの小白盆栽の相性があります。この五葉松、例えばこれが黒松でも、このように単管、太管、中品の模様木などを飾るときには、この幹のうねりと枝張りを、この張りとこの足の反りがきちんと抑えてくれます。格調美という時の合わせ方ですが、ただ、できれば中品のものを持つときに、このような高玉卓や、この俗に僕らの言う蹴り足卓、この2つを持つと、とても重宝するということを、ぜひ皆さんご記憶に留めてください。さてもう一つ。今度は、どなたにでも馴染みのある雑木盆栽の寄せ植えですね。今注目されている新しい品種、雪姫もみじの寄せ植えです。発見者である印南先生が作られたこの木。まるで高原の中を歩くような林立する姿。このようなものを飾るとき、どちらかといえばあまり腰の高いものよりもやや低めが望まれます。その時の万能型と言われるのが長板ですね。お茶道具の世界の長板から変化した、これは花輪材で私が作らせたものですが、お茶の道具ですと奥行きがないので、このように。しかもよく見ると角が丸く取っています。硬さがないんですね。こんなもので合わせてみましょう。このように板一つの上に平たな鉢を飾ってそうする。これによって広がりは出ますし、雑木の寄せ植えというのは格調で見るものではなく、景色や風情で見るものです。静かに静かに見る。
これも一つの見方で、特にこの板はいろいろな形に使える万能型でもありますので、重宝はします。ただし、ご自身が盆栽店や皆さんと一緒に飾るときに、なんか自分だけ板で卓が使えないのかなって思いのもあるでしょう。その時にもう一段贅沢なものに変えてみましょう。さあいかがでしょう皆さん。先ほどは一枚の板で飾っていたものが、菊こそけれ、下に樺が入った低めの卓になっています。これを平樺卓と言います。樺卓ですね。これに乗せることでぐっと格が、品が高くなります。この平樺というものも重宝するもので、卓というのは意外と背が高く作っているものよりもやや低めに作っているものの方が様々な使い方に利用できます。雑木盆栽などをちょっと飾るときにはとても便利な卓です。さて、太冠の模様着、そして寄せ植え、県外、もう一つ大きな材料として、盆栽界でいう文人風と言われる木があります。細身の中に軽やかな空間を生かした枝調子。誰が見てもまるで水墨画の中に出てくる松を見るようです。このようなもの、どのように合わせたらというのがありますが、基本的にはひょうひょうとした姿を出すのに、硬い形の工芸的な色に合わせるとなかなか難しい部分があります。板系のものをよく使います。ご覧に入れましょう。この丸い板も私が以前あつらえたものですが、花林の一枚板を使って、とても大切なのは草物などに使う薄い板ではなく、しっかりと高さの厚みがあることです。この厚みがこの木の重さを支えてくれます。このような使い方でやると象徴的にこの木を見せることになります。普段使いで言うと、文人盆栽というのはどちらかといえば、このような天然地板と言われる地板で飾ることが多くあります。もちろんこれで不正解ではありません。ただし気をつけるのは、もし脇に草物などを置くときに、その草物は普通の地板になるときが多いです。その時にこの天然地板というのは、飾るルールで言うと、一番位が低いものになります。その一番位が低いものを主たるものに使うと、脇に使っているものがもし違うものを使えば、主客逆転の状態になってしまうんです。ですから、丸いこの厚い板は仮にも天然地板よりも格は上なんです。その脇にその地板を使う。また薄いものを使う。そういうことによって、その格を揃えるということもとても大切なことになります。どちらがいいということではなく、飾り方によって使う道具が変わる。脇に草物で天然地板を使うときには、人間が作ったもう少し力のあるこういう板を使う。ただ単に普通に飾ったり、別の席、床の間みたいところで飾るときには、先ほどの自然な板でも問題はない。この使い分けがとても難しいところがあります。お分かりでしょうか？いかがだったでしょうか？わずか4点の盆栽の卓合わせ。その中の内容をお伝えしました。皆様はお持ちの盆栽に合わせた姿を、基本を覚えてくだされば、今度はいろいろな場面でいい卓に出会う機会も無駄がないと思います。私ども S キューブ羽生築堤も数百の卓を保有しながら、それでもなかなかぴったりっていうものがすぐは来ないものもあります。こうしてあるものも新しく作られたものというのは1割にも満たりません。ほとんどが古い時代から受け継いだものを上手に活用しているわけです。
古きもの、大切な職人たちの道具は大事にしたいですね。わびチャンネルはこのような卓合わせも含めていろいろな盆栽のテクニック、そして文化的なもの、荒技と言われる手入れ、多くを皆様にお伝えするのにたくさんのアーカイブがございます。ぜひチャンネル登録をなさってお楽しみいただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。